今日はラザニアを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、餃子の皮でラザニアを作っていきたいと思います。もうすぐクリスマスということで、クリスマスパーティーなどにもぴったりな一品になってます。餃子の皮を使って作るので、すごく手軽に作ることができます。作り方にもところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにミートソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。トマトの缶詰、合いびき肉、玉ねぎ、薄力粉、ケチャップ、ウスターソース、蜂蜜、顆粒コンソメ、おろしにんにく、オリーブオイル、塩コショウ、こちらの材料を使って作っていきます。まずですね、トマトの缶詰ですが、こちらホールタイプを使用していきます。ない場合はカットタイプでも大丈夫なんですが、ホールタイプの方が旨味があるので、今回はホールタイプを使っていきます。そして合いびき肉ですね、こちらは豚と牛の合いびき肉を使います。ない場合は豚ひき肉でも OK です。そして味付けのポイントは蜂蜜です。蜂蜜を少し加えていただくと味わい深さが出て、とても美味しい仕上がりになります。それでは続いてホワイトソースと残りの材料をご紹介します。材料はこちらです。牛乳、薄力粉、有塩バター、顆粒コンソメ、とろけるチーズ、餃子の皮、塩、胡椒、こちらの材料で作っていきます。まずホワイトソースなんですが、ホワイトソース自体は牛乳、薄力粉、有塩バター、顆粒コンソメ、塩胡椒で作っていきます。そして残りですね、今回はラザニアなんですが、餃子の皮を使って作っていきたいと思います。餃子の皮の量なんですが、こちらはですね、使う器によって異なる場合がありますので、こちらの餃子の皮はだいたい20枚から25枚ほど用意していただくといいかなと思います。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではね、まずはじめにミートソースから作っていきます。今回ね、ミートソースは手作りするんですが、市販のものを使っていただいても大丈夫です。ではね、まず玉ねぎをみじん切りにしていきます。やりやすい方法でみじん切りにしてください。はい、では切っていきます。はい、玉ねぎはこのようにみじん切りにしてください。それではね、ミートソースはフライパンで作っていきます。もしね、電子レンジで作りたい場合は、以前私のチャンネルで電子レンジで作るミートソースの作り方をご紹介してますので、そちらを参考に作ってみてください。ではね、まずオリーブオイルを入れます。そして火にかけましょう。火加減は中火です。一度ね、オリーブオイルを全体に広げてください。そしてだいたい油をね、30秒ほど温めてください。はい、で30秒ほど温めたらひき肉を入れます。あとね、おろしにんにくも入れてください。おろしにんにくの場合はオリーブオイルにお肉を入れる前に入れてしまうと弾きやすいので、お肉を入れてからね、入れるようにしてください。これで炒めていきます。火加減はそのまま中火です。はい、でじわじわとしてきたら、ここに塩コショウを振ります。そして炒めましょう。だいたい8割ぐらいですね。火が通ったら玉ねぎを加えてください。そして炒めましょう。玉ねぎがね、透明になるまできちんと炒めてください。はい、でこのように玉ねぎにもしっかり火が通って水っぽさがなくなれば OK です。そしたら一旦火を止めてください。そうしましたら、ここに薄力粉をふるって加えます。少しね、薄力粉を加えていただくことでミートソースにね、とろみがついてきます。この薄力粉はね、必ず火を止めた状態で、そしてふるって加えるようにしてください。そうしないとね、ダマになってしまいますので注意しましょう。加えたら火を止めた状態でよく混ぜます。具材に薄力粉を絡めていきます。これでね、粉っぽさがなくなれば OK です。そしたら火にかけます。火加減は中火です。一度ね、30秒ほど炒めてください。これでお肉と、あとは薄力粉をなじませていきます。馴染んだら火加減一度弱火にしてください。そしてまずここにトマトの缶詰、そしてケチャップ、あとはウスターソース、顆粒のコンソメ、そ
そして蜂蜜を加えます。すべて加えたら火加減中火にします。そしてホールトマトを潰しながら混ぜましょう。全体がよく混ざったらこのまま一度中火で沸騰させてください。はい、くつくつ沸騰してきました。そしたら火加減弱火にします。そして蓋をしてこのまま10分煮込んでいきます。煮込んでる最中は時折ね蓋を開けてかき混ぜながらね煮込んでください。それでは煮込んでいきます。それでは続いてミートソースをね煮込んでいる間に電子レンジでホワイトソースを作っていきます。まずここに薄力粉です。そしてここに少しね牛乳を加えてください。大さじ2から3ぐらいですね。そしてよく混ぜましょう。薄力粉がダマにならないようにしっかり混ぜてください。一度にね牛乳を入れてしまうと薄力粉がダマになりやすいので必ず少量加えてよく混ぜてください。このようによく混ざったらまた少しね牛乳を加えます。そしてよく混ぜましょう。このように少しずつ伸ばしていきます。そしてよく混ざったらまた少し加えます。そしてよく混ぜます。このぐらいですね。牛乳ぐらいシャバシャバになったら残りの牛乳を全て加えてください。そしてよく混ぜます。よく混ざったらここにコンソメを加えます。そしてよく混ぜましょう。あとはね塩コショウも振ってください。はい、そしてよく混ざったらふんわりラップをします。そして1箇所ね空気の出入り口を作ってください。そうしましたらこちらを電子レンジ 600W で2分加熱します。はい、2分加熱しました。ラップを一度外してください。そしてよく混ぜましょう。まだ全体がねシャバシャバになっている状態です。これで一度ね全体の温度を均一にさせます。そしてよく混ざったらラップをかけます。そうしましたら今度は電子レンジ 600W で1分30秒加熱します。はい、1分30秒加熱しました。ラップを外します。そしたらまた手早く混ぜてください。ちょっとねところどころ固まってきます。これをなじませます。なじんだらもう一度ラップをします。そして同じように電子レンジ 600W で1分30秒加熱します。はい、1分30秒加熱しました。ラップを外します。すごくね熱くなっているのでやけどしないように注意してください。そしたらもう一度手早く混ぜましょう。そうするとねこのようにいい感じにとろみがついてきます。ちょっとずつ加熱していただくことでダマにならずね綺麗に仕上げることができます。それでは最後仕上げですね。もう一度ラップをかけます。そして電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、1分加熱しました。ラップを外します。そしてもう一度よく混ぜてください。よく混ざったら最後仕上げですね。ここにバターを入れます。そしてよく混ぜてバターを溶かしましょう。バターが溶ければ OK です。これでホワイトソースの完成です。味の濃さはねお好みで調整してください。はい、ミートソースもね10分経ちました。蓋を開けます。そして混ぜましょう。このまま蓋を開けた状態で火加減強めの中火です。このまま1分ほど煮詰めてください。はい、 OK です。火を止めます。これでミートソースの完成です。こちらもですね味見をしてお好みでね味の濃さを調整してください。では続いて餃子の皮の準備をしていきます。餃子の皮なんですが表面に粉がついているのでこちらを一度お水で取り除いていきます。そうすることで粉っぽさもなくなってさらにソースとの馴染みも良くなります。そしたらまずボウルにお水を張ってここにね餃子の皮を入れます。そして粉を落としてください。そしたらですね今回2枚重ねにして使っていくので餃子の皮を2枚くっつけます。こんな感じです。このように2枚重ねにしていただくともちもち食感を楽しむことができます。このように餃子の皮は2枚セットで準備しておきます。そしたらねバットの上にラップを敷いてこの上にね置いておきましょう。この後重ねていくのに餃子の皮同士がねくっついてしまいますのでここにねオリーブオイルをね塗っておきましょう。では残りも同じようにセットを作っていきます。
はい、餃子の皮はこのように準備しておいてください。今回25枚入りのものを使ってるので1枚余るので、こちらをね1枚だけにしておいてください。それではね、容器に敷き詰めていきます。まずね、底の部分にホワイトソースを敷きましょう。ホワイトソースはね、乾燥して膜が張りやすくなるので、必ずラップをして置いておいてください。ちょっと白で見にくいんですが、このようにねホワイトソースを底の部分に敷いてください。そしたらここにね餃子の皮を敷いていきます。ちょっと重なるぐらいにしちゃって大丈夫です。どのタイミングで入れていただいてもいいんですが、こちら1枚だけのものもね今下の段に入れちゃいます。そしたら続いてこの上にミートソースを敷きます。このように敷いてください。そしたらまたここにホワイトソースですね。はい、そしてホワイトソースをのせたらまた餃子の皮をのせていきます。そしてまたミートソースをのせましょう。はい、そしてもう一度ホワイトソースです。そして続いて餃子の皮をのせてください。のせたら最後もう一度ミートソースをかけます。結構ねタプタプです。はい、このようにのせます。でね、ちょっとねミートソースとホワイトソースが余ると思うので、そちらはお好みで召し上がってください。そしたらですね、ここにチーズをたっぷりかけます。はい、 OK です。それではこちらをですね180度に予熱したオーブンで20分焼いていきます。こちらトースターで焼いていただいても大丈夫です。その場合はだいたい 1000W ぐらいのトースターで15分からね20分ほどを目安に焼いてみてください。トースターは焦げやすいと思うので、焦げそうになったらアルミホイルをかぶせて焼き続けてください。それでは焼いていきます。はい、美味しそうに焼き上がりました。ちょっとねタプタプにするとこのように吹きこぼれちゃう時もありますので、ちょっと皆さんはね余裕を持ってねあんまりタプタプにせずに焼いてみてください。これで完成です。はい、これでラザニアの完成です。こんな感じに仕上がりました。チーズもねこんがり焼けて美味しそうに仕上がってます。ではね一部取りたいと思います。はい、このようにね取り分けて召し上がってください。断面はねこんな感じになってます。ちょっとねソースが多くて餃子の皮が見えにくいかもしれないんですが、こんな感じで餃子の皮も入ってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。もうソースがすっごく濃厚です。そして餃子の皮がねすっごくもちもちです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のラザニアのポイントです。まずですね、ミートソースなんですが今回手作りしてます。もし面倒な場合は市販のミートソースを使っていただいても OK です。そしてこのミートソースの味付けに今回蜂蜜を加えてます。蜂蜜の甘みが加わることでとても味わい深いミートソースに仕上がります。ただもし蜂蜜がダメな場合はお砂糖で代用してください。そしてトマトの缶詰に関しましてはホールタイプを使用してますが、カットタイプを使っていただいても OK です。ただホールタイプの方が旨味が強いので、ホールタイプがあればそちらを使っていただくのがおすすめです。そしてホワイトソースに関してのポイントです。今回ホワイトソースは電子レンジで簡単に作りました。ミートソースを煮込んでいる間にできるので電子レンジが手軽でいいかなと思います。このホワイトソースを作る時なんですが、必ず少しずつ加熱してその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることでダマができずとても綺麗な仕上がりになります。薄力粉を牛乳で溶く時も必ず少量ずつ加えて溶くようにしてください。そして今回ラザニアなんですが、パスタを使わずに手軽に餃子の皮で作りました。餃子の皮はですね2枚重ねにしていただくことで食感がもちっとしてより食べ応えのある仕上がりになります。使う時はですね2枚重ねにするんですが、その前に一度水でね粉を落としてください。そうすることで粉っぽさもなくなってさらにソースとの馴染みも良くなります。最初に餃子の束を作っていくんですけれども、そのまま重ねるとくっついてしまいますので必ずオリーブオイルを塗ってその上に置くようにしてください。あとはです
ですね、ホワイトソース、餃子の皮、ミートソース、この順番で重ねていただいて、最後にチーズをたっぷりかけてください。今回私はね、結構タプタプに入れたんですけれども、タプタプに入れるとね、焼いてると溢れ出てくる時があるので、少しね、上の部分が開くぐらい余裕を持って作っていただくといいかなと思います。今回私はですね、約18センチ ×14 センチ、高さが4センチぐらいの容器を使ってます。こちらの容器は目安にしてみてください。これで作って少しね、ホワイトソースとミートソースが余りますので、余ったものに関しましては、ご飯の上にかけてトースターで焼いても美味しく召し上がっていただけます。余ったものはね、お好みで活用してみてください。そして焼く時なんですけれども、今回オーブンを使って焼いてます。オーブンの場合はだいたい180度ぐらいで20分、トースターの場合はワット数とあとは温度数があると思うんですが、温度の場合は180度から200度ぐらい、そしてワット数の場合は500ワットから900ワットぐらいの温度で焼いてみてください。トースターの場合はですね、かなり焦げやすくなると思いますので、途中で焦げそうになった場合は上にアルミホイルをかぶせて焼くようにしてください。焼き時間はだいたい15分から20分を目安にしていただくといいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はラザニアを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。